クロコダイルの相手を引きつける語彙力を見て、もしかするとコミュ力高いんじゃないかに対する読者の反応集です。それではどうぞ。言葉をかなり選んでるように見えるクロコダイル。クロコダイルはそういうところに気を使える人間だよな。まあクロコが知ってる魚人は魚人海賊団のことだろうしな。お前ちょっとは見習え。危うく殺しかけたわい。魚人が粗暴なの認めるのか。ジンベエはスラムみたいな魚人買い知ってるしなんなら本人海賊やし。多分設定が後に変更されたんだと思う。これ以前の SBS では魚と友達になろうとするのが人魚。魚を支配しようとするのが魚人っていう風にはっきりと分けてた。魚人島で人魚と魚人の区別はほぼなくなったけど、クロちゃんもう少し煽り耐性さえ高ければ完璧なのに。あの時のルフィさんがぶっ刺さりで煽りになってただけで割と耐性はある方な気もする。クロコダイルは言葉選んだ喋り方するよね。余裕ないと子供っぽくなるけど、意外と人種系はクロコダイルなんも言わないの驚き。言葉選ぶクロコダイルも粗暴を否定できないと返すジンベエも大物感あって好き。粗暴な種族の言葉選び中はみ出しちゃってとこか。なんかこの会話してる雰囲気すごい好きなぞに穏やかな空気。クロコダイルの言葉選びもだけどジンベエの対応も大人だな。なんかこのやりとり好きなんだ。3コマ目のクロコダイルどんな感情やねん。この会話、魚と仲が良いのにはジンベエの性格以外の得意性があるのではと探りを入れたのを。ジンベエが気づいててはぐらかしたという風にも取れるから何を隠してやがると思案してたのかもね。クロコダイルは魚人とはあんま縁がなかったのね。まあスナスナ的な意味であまり会いたくない種族ではあるだろうけど。縁が遠かったからこそ実際やり取りしたら情報と違ってこんなやつだったのか。ジンベエって素直な感想っぽくもある。この二人同い年なのいいよね。常識外れではあるって確かにだいぶ言葉選んでるな。頭おかしいとか言えなくもないのに。この言い方まずかったか？そういうつもりじゃなかったんだがまあ常識嫌い。アニメだとその辺でプイって向こう向くの本当にそんなニュアンスなんすよね。まあ本人も若い頃粗暴だったから否定できない。仮にも王国兵なのに柄悪すぎだろ。そらアーロンもマフィアみたいな兵士いるかよとか言うよね。アーロンより怖えもんこの兵士さん。これは初等手配額7000万の狂犬にふさわしき態度。こんな刃物みたいな人が今じゃニコニコ穏やかに笑えるようになったのほんと。ほがらか親分ほんと好き。立場上署名の紙返せとは言ってるけどこの時はこんなものなんの意味もねえだろとは内心思ってるだろうしな。実力では下の数字に劣ってても狡猾さを評価して上位の数字与えたりオカマだからと男女両方のコードネームを一人に与えたりと、バロックワークスの頃から他人への評価は柔軟っていう。ルフィが来た後にそっぽ向いているクロコダイルおもろい。自分と同じくらいの思考ができる奴にはだいぶ穏やかなんだよなクロコダイル。だってこの場面で舵握ってるのジンベエじゃん。下手にキレさせたら線の運行どうなるかわからんよ。まあこの場面で余計なことを言ってジンベエを敵に回すのは悪手にも程があるしな。無駄な発言はしないに限る。まあ相手の異質さを指摘するマイルドな表現ではあるな。これはアニメが良い味出してるんだよね。ワニ粗暴な種族のプイッと顔をそらしてはみ出し物ってところか。下手なこと言って刺激しない方が良いならそもそも何も言わなければ良いし、クロコダイルはそっち選ぶよなとなるので、ここジンベエに素直な驚きと褒めよりの感想をマイルドニュアンスでわざわざ伝えようとするクロコダイルのシーンなんだよな。なんか良いな。ちなみに魚人と魚が仲良くするのはマジでおかしいっつうか珍しいぞ。一般的に魚人は魚を食うし支配する種族で、人魚は食わずに仲良くなろうとする種族。確かに魚と会話する魚人はジンベエくらいか？無限に株が上がり続けるフォクシー海賊団。ある意味乙姫の理念を達成してるフォクシー海賊団好き。魚人が魚と仲良くするのは珍しいってことを楽にクロコダイルは知ってたってことだよな。伊達に新世界で暴れてねえな。魚人島でやってたな。人魚の主食は海藻と貝で魚は食わないって。人魚は魚と話せるってことは知ってたのか。まあ知ってるか新世界行ってるもんなクロコは。さすがは2ちゃんねー。昔はマフィアだけどマフィア時代からジンベエザメに優しかったんだろうか。アニメだとジンベエとクロココンビ結構いいんだよな。アニオリで大津波が来て暴れるバギーをリズメしたりあれでクロコダイルもソーダ種やれんのかなって思った。ジンベエといいミホークといいクロちゃん結構七深いメンツと仲良かったりする概念が旧七部会ではそこそこうまい付き合いができていたと予想。クロコダイルみたいに知識に基づいて言うならジンベエも普通に応じるんだろうな。風はその辺雑すぎたわ。いや魚人だって思ったけどネプチューン王も乙姫王妃もその子供たちもみんな人魚だし。
なんなら右大臣も左大臣も人魚だしでやっぱ魚人って粗暴なんじゃねえか？待てよお前魚人だって魚人だって繊細な魚人。待てよもう少しで出てきそうだから。トムさんを忘れるなよわらわら。この場面は言葉選びしてそうなこともだけどそれ以前にクロコダイルが割とどうでもいい世間話みたいなのを普通にすることに結構な衝撃を受けた。案外気さくというか根は陽キャだよなクロコダイル。動物好きだから魚とお話ができるジンベエに興味津々なのでは？内容も魚とお話できてすごいね役って感じからニュアンスプイなんだよな。やっぱドフラが個人的に避けられてただけでは？よく考えたら二人とも元七部会だから普通に面識があるのでは？友好的な話をしてきたかはわからんが、なんなら信頼されるために言うこと聞いてたやつと、魚人の立場のために言うこと聞いてたやつだから七部会の中でも面識は一番多そう。召集でクロコとジンベエ二人だけだったこと何回かありそう。魚人で一番優しい人をジンベエ以外で思い出そうとするとトムさんぐらいしか思い出せねえ。冷静に考えたらネプチューンの子供一人ぐらい魚人いてもいいだろランダム出産なのになんで全部人魚なんだよ。白星が生まれるのは運命で決まってたぽい海洋類の会話からあの段階だと女の子生まれるまで人魚確定になってたのかもしれん。粗暴な種族のはみ出し物って言い回し好き魚人族は粗暴だと聞くがお前はそうじゃないようだなを皮肉っぽく言ってて。余計なことするなと言わんこふに脅されてるのに牢屋出てすぐにジンベエとじゃあ殺し合いするかって会話してるの草だった。なんだかんだでミホークとかともあったらこんな風に相手と会話作るの上手なんだろうなワニやっぱ社長は違うわ。同い年ってのもまた良いんだ。何年も出番なくて最近ようやく再登場したくらいなのにワニ社長ファンの息が長いのなんか納得できたかも。こういう何気ない会話でも引きつけられる箇所があるから残り続けるんだ。ワニの言葉選びおしゃれで好き。かえって正義の話し合いしてろってやつ大好き。相手の頭がちょっと足りてないと通じないし場合によっちゃ怒らせる褒め方好き。多分そういうやつには自分から話しかけたりしない。クロコって善か悪かで言ったら確実にゴリゴリの悪サイドなんだけど、目的もないのに弱い者いじめして楽しむとか種族に偏見持って差別的なこと言うとか、そういう実りない悪用はしないほどの良いキャラ造形だよね。回想とか外伝とかで旧七部会の集いを一度でいいから漫画でやってほしい。あの面々が腹の探り合いしてるのもこうした世間話を交わしてるのも、絶対どっちも面白いし、話の内容から人間関係やそれぞれの思惑や性格の違いなんかを考察するのも絶対楽しい。実際クロコダイルからのジンベエへの好感度はかなり高いと思う。性格とかアレな部分が多い七部会の中で特に嫌う理由がない人物だし、頂上戦争後にはジンベエからクロコダイルへの評価というか好感度も高くなってそう。最後の方のジンベエ結構なクロコダイルボットだったしな。ワニみっともねえじゃねえか白ひげ俺はそんな弱え男に負けたつもりはねえぞ。ジンベエクロコダイル、ワニが赤犬を攻撃。ジンベエクロコダイル、ワニ誰か受け取ってさっさと船に乗せちまえ。ジンベエクロコダイル、これはボット。頂上戦争開始あたりまではジンベエからクロコダイルへの好感度って普通に低そうだけど頂上戦争後はだいぶ上がってそう。世界政府の教育の賜物もちょっとあるかも？脱獄から頂上戦争終了までの間にお互いあいつあんな奴だったのかって見直してそう。結構洋画のマフィアみたいなセリフ吐くよね。クロコダイルだって魚人も魚食うよな。粗暴な種族否定的意見のはみ出し物否定だからジンベエのことは肯定してるんだよね。素直にならない性格だしキャラだからこういうマイナスかけるマイナスプラスみたいなクソめんどくさい褒め方になっただけで、言ってることはすごいお魚と喋れるフレンズ魚人なんだねだからな。クロコダイル語にすると粗暴な種族のになる。鷹の命の勧誘見てワンピ界でも古魚教な部類であることが分かったから、なおワンピ界での古魚教のラインは相手の地雷原でタップダンスしないことなのでクソ低い。魚人族に寄り添う気もないが、別に過度に差別意識持つわけでもないが、それはそれとして一般的にいる魚人族の性質はまああれだなというのはあるのだろう。クロコダイルは LGBT や人種問題に配慮できるし、バロックワークスは福利厚生が充実してる。コンプライアンスしっかりしてるよな。そのパワハラとか下に責任を押し付けたりするのは上司が無能なだけだからな。部下に反乱を起こされるかもしれないし、任務もちゃんと遂行できるか怪しくなる頭の良いクロコならそこまで見越すだろう。海軍を出し抜き続けてたってのはそういう部分からも来てるよな。上が粗暴だったら寝返り上げ国上だし、元が尖ってたジンベエを今は優しい魚人と評するなら、海賊から足を洗って真っ当に気遣いできるハッちゃんも優しい魚人になるんじゃないか。
被害者のナミさんですら8は許してるってか完全な悪党とか下道じゃないってシャボンディで言ってたし。優しいのはそうでしょう。子供の頃からレイリー助けてたし。セラフィムのシャークが切れやすいっぽいのはやっぱりジンベエの元の性格が劇場家寄りだからなんだろうか。粗暴な種族の、マイナス。はみ出し物ってことか。超プラス。子供の頃読んだ時はわからなかったけど出れてたんだな。周りくどいけどジンベエのことを認めててかっこいいけどめんどくさい。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもワンピースに関する動画を投稿していくのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。